あれ、11時回っちゃった。あれ出てきた。遅れちゃった。いつもここ緊張するな。あれくるくる回ってるな。おっと、今日はネットが怪しいぞ。あ、アッファが出てるって書いてあるな。おっと、こんばんは。あ、なんかちょっと今いきなりバックミュージックがおかしい。でもここ緊張するな。あれでもくるくる回ってるな。まずい。あれくるくる回ってるな。いきなりトラブルが発生してます。あ、なんでだこれ。アッファが出てるって書いてあるな。今日はネットが怪しいぞ。すいません、いきなりライブをやってて、よろしくお願いします。すいません、なんかまた今書いてある。ちょっとですね、バックミュージックがおかしい。おかしくなっちゃってます。あれくるくる回ってるな。まずい。受信側が少ないためストーリーミングができません。視聴者のバッファが回ってるな。いきなりトラブルが発生してます。1個わかりました。なんかちょっとわかりました。もう1個わかりました。バックミュージックがおかしい。消えちゃった。大丈夫かな？消えちゃいましたけど大丈夫。すいません、なんか、はい。今ライブのやつ自分の消しちゃったですけど、進んでますかね？いかん。いや、進んでるのかなこれ。くるくる回ってますね。ちょっと危険な感じです。はい。今日ちょっとインターネットの方が調子悪いかもしれないですけど、大丈夫かな？はい。僕の方がなんかインターネットがくる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 回っております。最悪。なんででしょう、これ。ちょっと先にネットの回線の状況を。すいません、もういきなりトラブルです。あ、遅いな、これ。インターネットが遅いです。めちゃくちゃ遅い。今早くなった。なんでしょうね、これ。音声が聞こえてます。動画か。そうです。すいません。なんか、すいませんね、なんか。ネットの回線が良くないみたいです。なぜか。はい。最近調子いいなと思ったのに、ドコモめ。はい。もう、120だけど、これ多分アップロードがもうあれですね。全然ですね。アップロードが多分、10切ってると、あれなんですよ。動画が全然だ、これ。K になってる。なんだこりゃ。ちょっと待ってくださいね。これも関係あるかな？タブをいくつか消してみますね。せっかくこれ、もうハイテク消します。関係ないかもしれないですけどね。ちょっと解説少なめにしますね。どうかなこれで。わかんないです。ちょっと本当に、そうですね。チビディさんいつも聞いてくださるから、なんか本当に、こういうことがあると、ライブでも、テンションが下がりますね。試験してる時にはそんなことなかったんですけど、はい。すいません。とりあえずカクカクしてるかもしれないですけど、いきますね。ちょっと今日お見苦しい点があったら本当に申し訳ありません。はい。はい。それでは、最初ですけども、これちょっと画面の方スタートして、
今日、最初にね、ちょっとだけ、また教育関係で、僕火曜日は、家庭教師をさせてもらってて、家庭教師の方がね、なんだ、ちょっと、まあ、訳ありというか、ではあるんですけど、その、まあ、お母さんから、あこ今日もあったんですけどね。学校は、まあ、早退とか遅刻ありながら受けてます。部活も参加するようになりました。ということで、実は、2学期、僕が受けてから、この子なんですけど、まあ、学校行けなくなりまして、まあ、3ヶ月ぐらいかな。で、まあ、いろいろ、この子にとっては、まあ、学校行けた方がいろいろプラスだろうなと思って、で、僕の方も、まあ、なぜ学校に行かないのか、みたいなことを、考えてみようみたいな感じで、で、話を進めたんですね。で、そしたら、まあ少しずつ考えてるうちに、まあ自分がちょっと、まあ学校行った方が、いろいろメリットがあるだろうなって思い始めてくれたみたいで、で、まあ勉強とかより、ね、そう、こういうことをやったんですよ。今日ね、いいことと悪いことをちょっと書き出そうかみたいな話にして、で、書き出してもらって、で、まあ彼が書いたことの結果、学校に行った方がいいかなと思うことの方が多かったんですよ。なので、それは良かったなと思って。で、これ、学校に行った方が悪いなと思ったことをたくさん書いてれば、まあ、それはそれだなと思って。とにかく、なんとなくだったものを、なんで学校に行かないか、行った方がいいのか悪いのかっていうのを、まあ、考えたりしてもらったりすることで、まあ、3学期行くようになったんですね。うん。で、まあ、勉強より、ふっくらしちゃったので、歩いて学校まで行くっていうことでダイエットにもなるし、それで、朝歩くことで、なんていうんです、ダイエットにもつながるからね、そういうことを大事にしようかみたいな話を、まあ、しました。まあ、それで納得したみたいで、今は、そういうふうにね、やれるようになったかなと。はい。まあ、で、まあ、これお母さんがそういうこと書いて、で、僕がしたらどうですかみたいな LINE を、断食っていうか朝を抜くっていうことをちょっと一回試してみたらどうかっていうことで、僕はいつも見てる本要約チャンネルの、LINE を送ったりとかしております。まあ、これだけじゃないんですけど、僕も仕事、まあ、家庭教師も含めて教育関係で、トイダさんどうも、こんにちは。よろしくお願いします。なんかね、もう今日、最初からすげえテンションが落ちてます。なんかネットの関係がね、めちゃくちゃ悪くて、なんなんでしょうかね。止まっちゃうんですよ。だから、本当に今日、最初に家庭教師とか教育関係でいいことがあったのに、なんなんだこのドコモのこの野郎って感じの動画もカクカクして、音声も悪いかもしれないんですけど、すいません、ご了承くださいね。ほんとすいません。はい。まあ、今日、まあ、本当は、このことだけじゃなくて、先週末、ある、中学3年生の女の子が、まあ、家庭教師やって、金曜日の夜なんですけどね、やってる子が、初めてかなもう合格してるんですけど、推薦で。私立なんですけど。で、先生、私問題解くのが遅いので、一回、どうやったら早く問題解くか、私もちょっと調べてみようかなと思うんです。で、先生もよかったら、教えてくださいって言ってきたんですよ。これってすごい成長だと思うんですよね。だって今まで結構勉強やらされてた子が、そうやってちょっと言ってくれたことがすごく嬉しくて、まあちょっと脱線だけど、見せちゃいますか。こういうちょっと嬉しかったことなんで。別に、これ誰ってわかんないからいいですよね。これ、まあ、その、中3の生徒の LINE ですけど、どこだったかな
あ、ここか。私、問題解くのが遅いので早くなる方法を YouTube とかで探してみます。先生も何か知ってたら教えてくださいっていうことで、まあ、ぼそっとくれたんです。いつだったかな？昨日かな？で、まあ、僕も方法いいことだね、初めて聞いたと。で、力になりますってことで、YouTube とか、あとブログとか、そういったもの、頭の速くなる回転、まあそういったことを言ったりとか、まあ僕は今やっていることとかもちょっと自分で試してみたら、みたいなことはさせてもらいました。授業以外のとこでも、こうやって繋がってなんか言ってくれるってすごく嬉しいことだったので、まあ、こういったことを一人ずつのそのモチベーションをね、上げるっていうことが僕にとっては、まあ、幸せっていうか、やりがいのある仕事なので、はい。って言いながら僕別に家庭教師の宣伝してるわけじゃないですよ。まあこういうことがあったっていうことで、最近ちょっといいことが、いろいろありますね。やっぱ教育関係ってね、いいことの方が多いですよね。仕事やりがいの方が多いです。だからお金のことより、やっぱりやりがいとか成長とか見れるので、本当に僕恵まれてるなと思います。だから、やっぱり年取ってもずっとできるように頭は冴えてないといけないし、っていうのをすごく感じますね。まあ、投資の方でも頭使うので、どうしてもいることはいるんですけどね。はい。はい。じゃあ、ちょっといいことがあったっていうことを先に話してて、まあ、今日ちょっとインターネットの関係がすごく悪いので、どれだけ皆さんにお伝えできるかわからないですけど、今日の特集のことからお話ししていきたいと思います。あ、その前にあれですね。あ、いつもの皆さんお疲れ。偉いですね。はい、そうですよね。最近ちょっと固定化して、なんか5、6人固定化してきましたよね。もうちょっと増えたいですけど、なんていうか、はい、僕の多分だらだら喋ってるのが嫌な人も多いんです。きっと。はい。まったりとしていますけど。そう、もうダウの CFD もそうですけど、ナスダックがもうやばいっすよね。ダンさんも言ってましたよね。もう 1.46 先物で落としてるので、これ心配ですね。というか、全体的に今日落としてるので、で、中国だけ元気で、金融政策で中国だけ上がってるとまた珍しい動きですけどね。はい、今日11時半から見ていきたいなと思っております。はい。それではですね、ライブの方ですけども、あ、違う。これ、星軸のゆうさんの方にはまた断りを入れさせていただきました。もう本当にいいお話だったので、今、やっぱり、今年から投資を始める人はちょっと損かもしれない。まあ、例えば、もうちょっと言うと、11月ぐらいから投資してる人は、もしかしたら、この話っていうのは、なんか、と思うかもしれないですけど、やっぱり、去年、コロナの2020年を明けてから、この2021年までっていうのは、米国本当に良かったなと思うんですね。で、投資信託の運用成績ランキングっていうことで、ゆうさんの方がまとめてくださいました。もう皆さん、ご存知のものばかりでございます。日経、全米と先進国、新興国、全米株式、オール、日本を入れるか入れないか、ナスダック、S&P ということで、とても興味深い内容だったので、もう見てらっしゃる方がいたら本当申し訳ないですけども、一度これをね、相場の前までちょっと勉強して、まあ、今後の積み立てに関してのね、参考になればいいなと思う。実はちょっと結末的には参考にならないものもありますけどね。ちょっと、聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。投資塾のゆうと申します。これ聞こえるのかな？本日は一括投資や積み立て投資で人気の高いファンドの2021年運用成績ランキングを発表していきます。比較対象として2020年の結果も一緒にお伝えしていきます。皆様本日もそして本年もよろしくお願いいたします。まずはエントリーファンド8つをご紹介します。1つ目は日清日経225です。
2つ目は EMAXIS SLIM 米国株式です。2020年と比較して純資産がなんと6700億円も増えました。YouTube 等の影響力のおかげでしょうか、新しい時代の流れを感じますね。正直わけのわからんアクティブファンドに投資をするより、よかったです。ありがとうございま SP500 にす。投資をした方が、100万倍いいと思います。で、3つ目は楽天全米株式です。こちらも3000億円近く純資産が増えました。4つ目は大和ナスダック100です。5つ目は先進国株式。6つ目は全世界株式オルカンですね。で、7つ目は全世界株式除く日本。そして最後は新興国株式です。2020年はですね、この8ファンドで約1兆円の純資産でしたが、それがですね、昨年2021年には 2.5 兆円まで増加しています。値上がり分を差し引いてもどうでしょう、1兆円ぐらいは貯蓄から投資へ回っているような気がします。トップです。まず、ここが注目で、投資信託の純資産が2020年からこの1年間で 2.5 倍になったってことですね。これもう日本ですごい喜ばしいことだと思うんですよ。これがどの年代が積み立てを始めたかわからないですけど、少なくとも全米とかこういう人気のあるものをみんな知って、積み立て投資や NISA とかを使うようになったっていうのは、すごく大きいことだなと思いますよね。はい。これ絶対 YouTube とかもおかげだと思います。はい。続きます。今回も昨年同様に2つの部門でランキングを作成していきます。1つは積立投資部門、もう1つが一括投資部門です。で、私がどのような条件でランキング付けをしたのかを簡単にご紹介します。積立投資は毎月3万円を投資します。投資元本は36万円です。で、この36万円が2021年12月27日の時価評価でどれだけ増えたのか、これで順位付けを行っていきます。で、一括投資は2021年1月4日に100万円を投資します。で、2021年12月27日の時価評価で順位付けを行います。で、共通事項として、投資信託の基準価格で計算しているので、為替変動込みの結果となっています。2021年の結果を発表する前に、2020年の結果をおさらいしていきます。2020年はナスダック100が第1位でした。で、まさかの S&P500 が第8位でした。で、日経225は第2位という結果で大健闘しました。2021年はこれらに大きな変動があったのでしょうか。次のページで確認していきます。すいません。ちょっとCM になっちゃいました。すぐ変えますね。SMBC 買い物好きな人に本進当に化した三井今日動画住友カーやばいっす。ド登場。最短5分。YouTube を出すだけでこんだけ遅いんですもんね。2021年の運用成績ランキング積立投資部門の発表です。第1位はナスダック100でした。利益率は 18.7% です。レバナス、ナスレバで大きく儲かった投資家さんも多いのではないでしょうか。はい、儲かりました。で、第2位は S&P500 でした。で、投資成果としてはですね、ナスダック100に若干劣るぐらいで、ほぼ同じです。第3位は全米株式でした。2020年は中古型株式が好調でしたが、昨年2021年の中古型弱かったです。それが原因で S&P500 と全米株式、こことここですね。SP500 と全米株式に比較的大きな差がついています。ただ、長期で見ればこの2つの運用成績は、ほぼ一致します。第4位は先進国株式です。第5位は全世界株式除く日本。第6位は全世界株式オールカントリー。日本が入っていても入っていなくても、この全世界株式の2つは、ほとんど成績変わらないですね。第7位は日経225。そして第8位は新興国株式です。で、まさかのもう新興国株式だけマイナスリターンでした。もう中国株の下落がもう大ダメージでした。2020年と2021年のランキングを比較します。2020年に好調だった日経225と新興国株式は第7位、第8位に転落しています。で、ここのですね、
評価額。この評価額の差、上下の差がビザであれば、第7位でも第8位でも、あんまり気になりませんが、このトップと比較してしまうとですね、6万円から7万円ぐらいの差がついています。1年でこれは巨大だと思います。で、一昨年は上下で、大体3万円ぐらいの差しかついていなかったので、ちょっと昨年の日経225と新興国株式はもう弱すぎたとしか言いようがありません。うん。で、そして、一昨年第8位だった S&P500。これはですね、2021年は第2位になっています。次は一括投資部門です。まずは一昨年2020年の結果を確認します。第1位はナスダック100で、1年間でなんと 40% も上昇しました。第2位の日経平均と比べて、ダブルスコアをつけています。で、第5位から第8位の成績は、ほぼ似たような感じでした。2021年一括投資部門の運用成績ランキングです。第1位は S&P500 でした。プラス 41% という驚異的なパフォーマンスでした。これもすごいな。S&P500 の上昇率に加えて、為替が円安に向いたので、円ベースの成績を押し上げました。で、第2位はナスダック100でした。2020年プラス 40%、2021年もプラス 40%。もうこんな。すいません。ここで僕もこんな風に言って失礼ですけど、2年前に、コロナの落ちてから、この投資塾のユウさんのおかげで、レバナスを、やらさせていただいて、利益率がね、150% ぐらいになってるので、もう、この方に早く出会った運が良かったというしかないですね。で、今本当に僕は兼業トレーダーとして、積み立てをしながら、いろんなことをトレードで、別に遊んでるわけじゃないんですけど、やってる原動力は、やっぱこのナスダック100かなと。ただ、今年っていうかこの11月ぐらいから楽天証券で、レバナスが出ましたよね。それで、レバナスでとか言ってる人はもう全然、今日もそうですけど、利益が出てない状態なので、これは本当に運だと思います。はい。上がっていくんだろうけど、上がり方がね、やっぱこの2ヶ月ぐらいと全然違うということだけは、あるかなと思います。はい、続きますね。いい相場、今後10年来ないんじゃないかぐらい上がりましたね。で、ここで少し話を脱線させます。2020年2月、ちょうど今から2年前、私が YouTube を始めて間もない時です。ゆうさん、ここで言ってるな。投資塾の動画で、ナスダック100レバレッジを取り上げた際、ナスレバの純資産は、まだたったの20億円でした。で、それが現在、1900億円ですので、約100倍になっています。で、最近ツイッターでですね、レバレッジ肯定派と否定派のこの謎の争いを見かけるんですが、自分のお金を自分のリスク許容度に合わせて、投資をしているはずですので、肯定派の意見も否定派の意見ももう全部余計なおせっかいと私は思って見ています。だからなんで謎の争いが起きるのかなと思っています。ただ、唯一ですね、私が投資塾チャンネルを通して、皆さんにお伝えしたいことは、レバレッジは2倍まで、3倍は NG、私はこう考えています。ここすっごいいいこと言ってますね。今聞きました？レバレッジは2倍まで、3倍は NG ってはっきり言ってますよね。これ、前僕動画でやったと思うんですけど、低減って言って3倍のレバレッジになると、ちょっと多分、ユウさんも検証してたと思うんですけど、パフォーマンスが一気にね、悪くなるんですよね。長期で。本当に思いました。2倍まで。積み立ては2倍まで。本当これは言えることですね。しかも、一方通行で上がるものじゃないと、難しい。例えばこの S&P500 の3倍レバレッジってあるんですけど、SPDR だったかな。あれはね、全然パフォーマンス出ないです。S&P なのにと思うかもしれないですけど、本当ですね。はい、続きます。これも余計なおせっかいかもしれません。半になっちゃうな。ちょっと途中で切るかもしれないです。第3位は全米株式です。で、第4位は先進国株式です。で、第5位は全世界株式除く日本。6位はオールカントリーです。
で、積み立て投資部門のランキングでもお伝えしましたが、日本がですね、入っていても入っていなくても、運用成績はほぼ同じですね。で、第7位、ここからもう利益率がもうガクンと落ちます。第7位は新興国株式プラス 6.7%。で、第8位は日経225プラス 6.4% です。もう第6位までがプラス 30% で、もうそこからもうプラス 6% ということで、もうありえないぐらいの差がついています。日経225が最下位というのはですね、日本人として、純粋に悲しいです。そうですね。2020年と2021年の比較です。一昨年第2位だった日経平均は、昨年第8位に転落しました。で、一昨年最下位だった新興国株式は、もう変わらず低調で、第7位です。一方で、ナスダック100はですね、一昨年第1位、去年も第2位ということで絶好調です。果たして今年2022年はどのようにランキングが変わってくるのか、非常に楽しみです。で、最後に注意喚起です。年が明けてですね、相場が軽めに乱高下していますが、こんなの下がったうちに入りません。年初の下落であたふたしてしまった投資家様は、株式の投資ウェイトを下げたり、ご対応ください。本当のクラッシュはあんなもんじゃありません。昨年、一昨年と好調な相場が続きましたので、機会損失に目が行きがちですが、多分今年の相場はそんな簡単ではないと思います。そうですね。で、ここ1年、2年で投資を始めた方はですね、すごい苦しいけれど、いい勉強になる、相場が、2022年は、来るんじゃないかなと考えています。で、最近更新頻度が少ない投資塾チャンネルですが、本当に重要な出来事が起きたときは、動画のクオリティにこだわらず、動画をですね、作って投稿していきたいと思います。皆様本年もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ゆうさんの最後の注意喚起っていうところが本当にみんなでも今投資家さんの方は言ってますよね。今年はこの2年間テーパリングのこともあるんですけど、米国株も難しい。難しいっていうより、今までが、この2年間がコロナ明けてから良すぎちゃって、はい、どこも。だから積み立てればうまくいく。だから YouTube さんとかでも、多分、そんなに投資をしてない方とかでも、中田のあっちゃんでも S&P500 に突っ込んどけって言うんですよね。だから、今年とかで突っ込んどけって言って突っ込んでも増えるんだけど、増え方が今までと全然尋常じゃないから、今年からね、投資をする人ってちょっと、どうしようかなと思ってるかもしれません。だから、今年からは本当に、こういった少しずつね、いろんな銘柄を見て、分散投資をする年なんじゃないかなって僕は思います。はい。だから今日は、そういう分散投資をすることで高配当であったり、例えば中国株とか、私がいろいろ紹介させてもらってるものも広くね、見ていく必要がある。そんな風に思っております。なので僕も新興国は今安いけども、かなと思って少しずつ入れて分散してます。はい。それでは、ちょうど半になりそうなので、相場の方をね、見てきながら後半、その個別株のね、ことについてもやっていきたいなと思っております。ちょっと BGM 流しますね。はい。久々。はい。遅延何分だったっけ ?30 秒でしたっけちょっとわかんないので、もう今、時間的にはちょっといきますね。どうもよろしくお願いします。もう相場始まるときこれやりますけどね、はい、どうかなピッチにいましたかね。はいはい、OK ですね。じゃあ僕の方の時間では相場がスタートしたので、見ていきたいと思います。開いてくると思います。開きました。ズドーン。ダウマイナス 1.2、S&P マイナス 1.08、ナスダックが気になる。
ナスダックが気になる。やっぱり1分ぐらい遅延してますね。はい。モニター今見たら、そうですね。こればっかはどうしようもないですね、ライブは。すいません。ナスダック出ました、こっちは。あれ ?1.58 でスタートです。マイナス 1.58 スタートです。ソックス指数がマイナス 1.89 スタートです。はい。まあ、予想通り、先物通りですね。それでは、まず各、個別の株の方もね、見ていきたい。アラートが鳴りました。NVIDIA が鳴りました。あとこれなんだ？オーストラリアが鳴りました。ということで僕多分、オーストラリアは指値を入れたので、買うと思います。マイクロソフトもアラートが鳴りました。マイクロソフトもかなり落としたな、これ。ちょっとすいません。ライブ中にアラートを最近仕掛けてるので、結構、チンチンチンとなっておりみたいですね。NVIDIA 263まで落としたんだ。はい。ちょっとじゃあ個別株の方をまず見ていきます。真っ赤っかです。真っ赤っかです。ちょっとパッと見ていきますね。Amazon が 2.36、Google、全部マイナスですね。Google 2.62、Facebook 3.27、アリババ 4.08、アリババまた落としたか。Twitter もうとんでもないですね、今。もうツイッター落としまくりですわ。NVIDIA もですね、もう NVIDIA 去年ぐらいの数字になってんだ、これ517って。マイクロソフトそれでも 1.84 ですね。NVIDIA 3%。もうペイパルも買ってるのもやばいっすね。マイクロストラテジーが、あれ今日ビットコインとかどうなってます？ちょっとごめんなさい。なんか嫌な予感がするけど大丈夫かな？更新されてる。仮想通貨。ちょっと、やっぱ遅いなぁ。なんだ。やば。ビットコインも、ボトムというか、これやばいかもしれないですね。ある水準を落としてたらやばいですね。まだ見えてないですけど、ビットコインは、これ円ベースになってますけど、4万ドル近辺まで、まだ落としてないですよね。多分、4万ドル切っちゃうともう大変です。イーサーも3000ドルまで切ったら大変ですね。まあちょっと円ベースなので、ここまで落としてないとは思うんですけどね。はい。ちょっとどうしてもマイクロストラテジーとかを見ると、これアラートが出てますね。これなんだ？マイクロストラテジーのアラートも鳴りましたね。もう今日ちょっとアラートがチンチンになってます。もうこんだけマイクロストラテジーは買えないや、まだ。オランダか、これ。すいません、今ちょっと忙しく、チン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 なってます。こんだけ落とすといろいろ世界中でちょっと落としてますもんね。はい。またはい、見ていきたいと思いますね。あと下げてるところをこう見ていくと、コインベース、みんななんかハイテクが良くないですね。僕の方もブーブーなってます。なんか裏でチンチンなってます。スタバ。
逆に上がってるのがエクソンモービルが上げてますね。恐ろしいですね、エネルギー。ハリバートン、GM 下げてて、テスラ下げてます。ここすごいですね。ギャップ 6.32 ってめちゃくちゃですね、これ。はい。うわ。何これ。モルガンスタレーこれ。ゴールドマンサックス 8% 落としてますよ。とんでもないですわ、これ。金融系がこんなに落としてるとは。8% はちょっと後で見たいです。ちょっとゴールドマンサックスが目立ちすぎですね、これ。アドビが 2.3。なんか 2% ぐらいが大したことないように思えてるけど、やばいっすね、今日。シスコが 3%。なるほど。台湾セミコンダクター。まあちょっと入れたんですけどね、これ別で。GMO ではないんですけど、ハイテク関係でね、半導体なので、半導体やっぱ注目したいので、台湾セミコンダクターもで 3.4。ハイテクが 3% ぐらい落としているものもある。ただ、アップルがまだ 0.77 なので、時価総額大きいから、またアラート鳴ってるよ。チンチン鳴りまくりですよ。やばい。もう、すごいアラート鳴ってる。はい。ということで、特に 3%、4% 落としてるのもザラに出てきています。ということで、今日個別の銘柄を解説するとともに、高配当も含めて、これからね、今日今買えるって形じゃないです。みんな下がってるので、ナイフのようになってますけど、ボトムになってるかどうかも含めて見ていきたいなと思います。はい。ここ、見るか。ちょっとナスダック見ますね。今どういうチャート、これ4時間足の状態ですね。僕、ナスダックの買い場が 15,659 だったんですけど、はい、すいません。もう、下回ってきちゃって、はい、この損切りラインのとこまで来ちゃいました。これはもう、まずいっす。まずいっていうか、この損切りラインはサポートラインなので、この 15,248 を下回ったらもっと落としてくると、これは 15,112 次。ちょっとサポートライン入れとくか。多分ハイテク結構みんな買ってるので、コストプライムまだ見てないですけど、言わないけど、結構損したっていう方とか、ストレス溜まってる方絶対多いと思います、今。はい。この1年ぐらいで損が出た。NVIDIA とかテスラとか買って、テスラはまだマシか。はい。ちょっと待ってくださいね。これ青色どこでしょう。なんだこれ、黒の位置。1万、そうですね。14,800 までいったらもう、お山降りちゃうので、15,000、ここで止まってほしいですね。まず 15,248 で止まってほしいっす。あんまり悲観すぎてもね。今でも、ショートするかって言ったら、ちょっと違う気がしますね。はい。ちょっと違う気がします。ショートするんだったら、いや、今の僕の買いのとこですね。15,659 だったらショートしてもいいと思いますけど、ちょっと今落としちゃってるので、僕は止まってほしいっていうか、願いの方が多いのかな。はい。いくつかサポートあるので。
という状態ですね。ナスダック。ここまで来たかってことですね。はい。本当にこの秋ぐらいで積み立てしてる人は本当に悲しいかもしれないですね。S&P500 も見ますね。せっかくなので。もう、そうですね。僕もこれ、4598というラインを買い場にしたんですけど、そこをちょっと割りましたね。4588ですね、今。まあ、買い場と思うかどうかですね。これは、値的には買い場なんですけど、まだ今、落としてるので、ボトムになるかどうかがわからないですよね。今、落ちた状態なの。ここから、また上がったり下がったりしてきたら、いいポジションかもしれないっていうことですね。はい。今、落としてる最中なので、わかりません。もう一段落としたら、あるかな ?4556 っていうのも2回落としてるの。年末も。はい。ただ、ナスダックに比べればまだマシっていう感じですね。はい。相変わらずでも、赤いランプつけてます。S&P は、安くなったら積み立ててほしいと思っております。はい。短期勝負じゃないですけど、長期で持ってほしいので、おすすめはしてます。ダウは34,500、まだダウはやっぱり銘柄で落としきってないですよね。今日落としてるけどまだそこまで落としきってません。自分が思ってる買い場は34,589なのでまだそこまでいってません。これはダウの銘柄の影響絶対あると思います。今日ね、実はね、朝、鼻がすごい出たんですよ。鼻水が。で、夜になったらね、調子が良くなりました。なんでか知らないですけど。なので、良かったんですけど、ちょっと今寒気がしたので、はい。あとなんかちょっとオムニクロン、なんか周りでチラチラと今週出て、濃厚接触者とか出てきてますよね。皆さんとこもどうかな？どうですかね？ちょっと気になる感じで。まあ、風邪の症状だって言ってる、子供たちでなってるところ噂は風邪みたいな症状だっていうことで、感染はするけど、風邪みたいだよっていう噂もね、出てますけどね。はい。VTR 買うかななるほど。いやーもうダウの銘柄行きましょうよ、ダウの銘柄。今日これから紹介しますよ。もう、個別株行きましょうよ。もう世界の株価指数も行きますね、ちょっと。日経もレンジです。もうごめんなさい。僕日経、去年ぐらいから全く上がっていく要素を感じてないので、あんまり分析してないです。上がって下がって上がって下がって。一回するならどうぞって感じです。それよりニフティが、インドのニフティがちょっと、やっぱりここの利確のところちょっと下げましたね。まあ上がりすぎたのでちょっと、でもちょっとまだ今日 1.2% 落としてますけど。いやー、まあ変な話、利確してよかったなと思います。もう一回下げてきて、上がってきたらいいですよね、インド。インド分かりやすかったです。はい。ヨーロッパも、上海、まだ上海だけちょっと面白いですね。はい。ちょっと、日曜日も楽しみにしたいですね。はい。香港と中国でちょっと動きがおかしいのは、完全に中国の金融政策の関係なのかなと思いました。香港はハイテックが落ちてるので、テンセントやっぱ落ちちゃってました。またアラート鳴った。eBay が鳴りました。eBay。密かに違うとこ、アラート鳴らしてる。eBay。はい。ですね。イギリス、ドイツ。これも面白いです。イギリス、この間過去最高値出ましたよ。はい。すごいですよね。
この状態で、イギリス過去最高ですって出てきたのにびっくりしました。そのくせドイツが下がってきてます。これ珍しいと思いますね。やっぱりイギリスだけ変わってますね。はい。ドイツはもう今、ちょっとレンジになってきてて。どっちかというと、ユーロとドイツが似てるんじゃないかな、動きが。そうですね。ユーロとドイツが、同じような動きをしています。はい。まあ、ちょっとさらっといきますね、ここは。今日は、米国株に行きたいので。米国株、これで10年国債ですね。もうこれやっぱり気にしている方も多いと思いますけど、最近本当に動きが、10年国債なので活発でございます。今日、まあ、ちょっと上がってますけど、ちょっとここ最近の上がりは本当に異常ですね。はい。10年国債なのでこんな動きしてるな。はい。株価が下げる要因もあるのかなと思いますね。はい。それでは、あれです。個別株の方ね、行ってみたいと思います。いろいろ出してるんですけど、今日はパソコンの関係ですいません。ハイテック、アップルとかアマゾンとか、もう消しちゃいました。なので、パッと別の方のね、解説もしていきたいと思います。あれ、これ音楽が鳴ってない気がする。気のせいですか？あ、俺の方で聞こえないだけか。すいません。はい。あと、まあ、皆さんあんまりもうライブ来ていらっしゃる方は関係ないと思うんですけど、ニュースなんですけど、編集がもうできないことが分かったので、YouTube ってなんか6時間以上放送すると、もう何も編集できないんですよ。で、もう朝までニュース流してもしょうがないなと思ったので、僕は一応放送終了して30分ぐらい流して寝るときにもう終了しようかなと思ってます。まあ、本当は最初なんか夜米国株が動いてるから、もしかして見る方が米国の相場と一緒に見てるかなと思ったんですけど、意外にそんなに見てないというか、その次の日に改めて見てくれる人もいるみたいなんで、あれがあるんですよ。アナリティクスってなんかどれぐらいに見てるかってわかるんですよね。なので、やっぱ朝方、放送してもあんま意味がない。逆にTikTok の方が、音楽ありがとうございます。鳴ってます。なんかね、ちょっとこっちで出力してたので、音楽鳴らしてたのが聞こえなかったみたいですね。ありがとうございます。しめじさん、ほんといつもすいません。なんかチェックしていただいて助かります。マジで。はい。しめじさんの将棋のやつもおっと思って見てますよ。はい。面白いなと思って。本当にしめじさんあれですよね。初めっていうか方向に出てますよね。きっちりね、されてるなってすごい思います。ああいうのピッと見ますもんね。はい。すいませんね。雑談になっちゃったやつですけど。それで、まあ、ニュースの方は、まあ、そういうことで、後半、まとめて1回、2回、3回ぐらい回ったらもう、放送終了にしたいと思ってます。それから、編集できるようだったら編集もしたいなと思っております。というと、TikTok の方は、実は分かったことは、夜中の方が放送を見るんですよ。はい。びっくりしました。全然違うんですね。なんで、今の時間より TikTok は、裏技じゃなくて夜中の2時から6時までに見るんですね。多分若い子たちが適当にライブ見るんじゃないですかね。なんかねえかなと思って。寝れないなと思って。だからそういう時に流せるようにしたいなと思っております。なので、ちょっと編集させてほしいなと。まあ、いろいろ変わりますよね。ありがとうございます。すいません。はい。はい。ということで、で、今回からあと、このスクエアとか、もう書いて、もう見るとか、チャート表示なしとあります。思いました。もう、わからないものはわからないって書いちゃおうかなと思っています。なんでこれ、まあ、スクエアは解説、なんでわからないかっていうと、これ、下がり一辺倒なんですよ。4時間足で上がって、ボトムになれば、ここがね、W になれば、いきたいと思います。こうね。
よくあるダブルボトムになればいいんですけど、もうずーっとアリババみたいな感じで、ずーっとこう、アリババまだちょっとボトムみたいになってきましたけど、スクエアはね、まだね、上がってくるのが見えてこないので、ちょっともうやめようと、チャート表示を。無理に安いを買えよって書くより、これを上がってきた時にちゃんと表示しようかなと思ってます。やっぱり、その方がね、親切かなと思ってます。なので、チャート表示なしというのと、測定不能っていうのをつけました。で、こうやってついてるものは、もう買い場あるよっていうこともお伝えしたいと思います。NVIDIA は僕は、長期で見れば、今ちょうど買い時かな、ちょうどこれ移動平均線にもタッチしてるので、はい、やっと自分が思うとこに買えそう。今261ですね。だいぶ下がってますけど、はい。今、いいとこかもしれないですよね。ということで、これもちょっとNVIDIA は僕は考えてもいいかなと思ってます。ここまで下げてきてるので。はい。でも、半導体は、これからもう買っとけ上がるっていう時代ではないので、しっかり見ていきたいですよね。こういうの。はい。スクエアはすいません。ということです。高配当もいろいろ書くようにしました。ちなみにスターバックスは僕今買ってます。103で買ってるので、今98まで落としてますので、今損が出てます。はい、損が出ております。はい。スターバックスやりましたね、これ。これ。いや、ここまで落とすかと思いましたけど、もう損切り近いですよ。はい。参りました。これは。何なんですか？コーヒーみんな飲まないですかと思いましたけど。こういうのもあります。はい。でもはい。1万円、2万円ぐらいは飛ぶかもしれませんけど、僕まだ分散投資なので、スターバックス1、2万円ぐらい損切り合うかもしれないですね。はい、マクドナルドは、落としてきました。はい。今、255.35 なので、面白いですね、これは。面白いと思います。まだちょっとこれ下げてるナイフ、みんな今下げてるナイフなので、ちょっとお待ちくださいですけど、いいとこに来てますね。これ見せると、Mac は、はい。こうギザギザしながら上昇トレンドだと思いますので、増配も 2.1%。なんか最近ね、僕、ごめんなさい。高配当が 3% 以上ないと、最近なんかあんまり、配当 2% だともういろいろ調べたら、でもこれは、マクドナルドは面白いとこ生きてる気はします。はい。次いきますね。ディズニーは、また落としました。もう、なんでしょうね。でも落とし方そんなに、今日は 0.32 なので、まだそこまで落としてないです。下げ止まってる感はあります。僕まだ得も損もしてないです。はい。苗木。いやちょっと苗木は、読めないですね。一応今、ちょうど買い場になってますけど、多分このチャート見たら恐ろしくて、こんだけ下がってると、まだ、値は147、今 147.5 ですね。ですけど、さすがに買えないですね。今、下がってるナイフです。ここで、ボトムをつけるかどうかですよね。もう一段下げてくるかもしれません。もう一段下げると結構厚い、サポートが143っていうところがあるので、143まで下げてきて上がってきたら、ナイキもいいかなと思います。ちなみに配当は 0.82 なんであんまりありません。ナイキはダウ銘柄かな？今からコーヒー飲んで寝ます。なんでコーヒー飲んで寝るんですか？カフェイン飲んで寝るって、ノンカフェインにしてくださいよ。あれ、
がいいんじゃないです？俺が言うといけないですけど、あれうん。ネスカフェの赤いラベルのノンカフェインのやついいですよ。あれだったら寝れますよ。なんかコーヒー飲んで寝ますって、カフェイン入れて寝るってなんか、ちょっと、ね、ノンカフェインにしましょうよ。おやすみなさい。はい。次いきますね。パーっていきますね。エクソンモービル。もう、すいません。実はこれも測定不能領域に来てます。5% の配当があって、もうこんだけ上がってしまうと、もうテクニカルも今ちょっと、上昇トレンドも効かなくなってきてます。手に手つけられない状態になりました。もうリカクラポイントももうちょっと、はい、混んでます。すいません。これ本当におすすめできる位置まで来てないので、いい銘柄ですけど、今は、とても買える位置じゃないということだけお伝えしますね。ハリバートンも同様です。もう多分チャート見ればわかりますよね。こんな、チリッといっちゃってる。一方通行になってるって言ったら。これも買えないです。すいません。買えない紹介ばっかしていけないです。まだ後半あります。もうちょっと、はい。なんでしょう、この、上がり方。まあこれもエネルギー系が絶対影響してるはずです。工業サービス系のとこですけどね。はい。安くなるまで待ちましょう。まあこうやって見とけば大丈夫かと思います。今買いたいっていうのがあればね、別ですけど。フォード、ゼネラルモーター、省略しますね。これ上がりすぎ、まだ自動車メーカー上がってます。今日1日は下がってますけど、GM も。まだ買い場ではないです。はい。次行きますよ。テスラやった方がいいんですかね。テスラは、もう今ちょっとレンジっていうか、今ちょっと上がりが難しいところ来てます。はい。まあ、ビットコインの関係も絶対あると思いますね。ビットコインが下がってる分、まだテスラがそこまで下げてないのはまだいいかなと思います。ビットコインがね、3%、4% 下げてるときはね、それぐらいテスラも行くんですけど、まだ下げ止まってますね。1000のとこで来てます。690まで来たらチャンスです。はい。コカ・コーラですね。いや、すっごいっすね、これ。いや、コカ・コーラ冬場ね、なんでこんな上がるんですかね。増配も 2.8 あって、で、お花さんだったかな。年初にね、これ見た時にね、コカ・コーラ買ったらしいですね。はい。そこからまたキュインと上がったので、今は買えないですよ。ちょっと、おすすめできないです。もう利確ポイント超えてますので。はい。年末でダウどうかなとか、ローテーション考えてた人は、当たった人は当たってるかもしれない。でも今、もしかしたらコカ・コーラちょっと上がりすぎてるので、ちょっと落としてくるかもしれません。今日 1% 落としてますね。まあちょっとこれ、見ていただくと分かるんですけど、上昇トレンドの上なので、一回ちょっと落としてもいいですね。と思います。だけど、増配もこんだけあって、こんな伸びしてたら、最強アイテムですね、これ。コカ・コーラすごいっす。はい。羨ましいです。あ、次のやつもね、ちょっと面白かったと思います。ペプシ。これ僕調べてびっくりしました。ペプシも長期増配の 2.5% で、知らなかったんですよ。すごい綺麗な上昇トレンドだったです。あんまりマークされてないと思うんですね、ペプシ。しかも、冬場じゃないですか。冬場でペプシってなんで上がるのって思うんですよ。もうでもチャート見れば一目瞭然。はい。綺麗な上昇トレンドです。だから、コストコと同じぐらいこれいい銘柄だったですね。なんで上がってるのかが本当わかんないです、これ。はい。損益計算とかパッとここで出るんで、トレーニングビューで見ても思ったんですけど、損益自体は
2018年の利益がすごいんですけど、去年とかそんな利益出してないんですよ。だけどチャートはね、いいんですよね。ドルの関係とかあんのかな？海外で売れてるんですかね。ちょっと本当にわかんないです。で、増配も 2.5% あるのでね。だから、ペプシはちょっと買えないですけど、これからちょっとチェックする必要はあると思います。見ていった方がいいと思います。今年は本当に長期増配とかの銘柄を見るべきですね。絶対見るべきです。はい。こういう長期増配の中で、P&G も見るべきですね。P&G は今ちょっと、面白い動きをしてます。三尊天井のような動きもしています。ごめんなさい。これ、冷やしになってます。いや、でも、個人投資家っていいですよね。思いました。僕。ダンさんとかは、こういう個別銘柄って、解説あんまりできないじゃないですか。もうインフルエンサーになっちゃって、なんて言うんです？影響力を持っちゃうから。で、僕なんか全然もう、手でもないから、何言ったっていいじゃないですか。だから、個別銘柄も、こういうのどうですかって言ってもいいって。まあ、これ、投資助言でお金をもらってればまたね、別の話ですけど、お金ももらってないし、好き放題にチャート見て言ってるだけだから、いいですよね。だって、P&G いいですよっていう人ってそういないと思うんですよ。これ今、チャートの形も、はい。言い方悪いですけど、三尊天井に見えてきて落とすかもしれないですよね。可能性があるということですね。でですね、今までが、これも結構綺麗な上昇トレンドをしてるんですよね。はい。P&G って結構有名で安心な長期増配をしているところ、これがひたひたと上がって今、最高値からちょっと落としてきてるっていうことで、今 156.92 ですけど、もし三尊で一回落としてきて149までいったら、これもチャンスだと思います。はい。P&G 僕おすすめしたいです。今年は本当にこういった銘柄を見ていくのがいいかなと思います。ハイテクのような動きはないかもしれないですけど、でも、お試しする年だと思いますよね。はい。じゃあ次行きますね。またお試しの出てきましたね。赤米じゃなくてこっちですね。IBM です。知ってました？ IBM 4.9% ですよ。どんだけ高配当なんですか？で、なんでかわかんないですけど、IBM はこの年末年始から上げてきちゃったんですよね、すごい。ちょっとずっとレンジでゆるい上昇トレンドをね、ゆるい上昇トレンドをして、ジグザグしながら、レンジを形成しながら、ひたひたと来てます。しかも、もう、こんだけ高配当なので、これは面白いと思います。で、もし、ここを一回下げてきて僕は青にしてますけど、117.6 までいったら、チャンスかなと思います。当てじゃないですし、伝統的。IBM って多分20年前とかは、かなり、あれですよね。最初のハイテクバブル、2000年のアメリカのハイテクバブルを引き起こしたのがマイクロソフトや IBM とか、あとヒューレット・パッカーですよね。このあたりが多分20年前の牽引してたとこですよね。だから今、伝統的ではあるんですけど、でも、なかなかいい、形をしてると思いますね。はい。もう僕も最初 IBM ってもう古いじゃんって思ったんですけど、今は考えるべきだと思います。こういうことをお伝えできただけで見て、ここ本当にこれから見ていきたいなと思います。落ちてくるかなっていうのをね、しっかり、
週に1回かもしれないですけど、木曜日はコモディティ行きたいと思いますけどね。週に1回かもしれないですけど、個別株をね、動きを見ていきたいと思います。アラートがいいですね。はい。来ちゃった。モルガン・スタレイがさっきすっごい落としてましたよね。そう。てか、金融系、どう解釈したらいいんでしょう。今、ズドーンと落としてるので、僕今、97.06 をターゲットにしてたのに、もう 95.07 まで一回ストーンと落としてるんですよね。なので、これ、ボトムになるかどうかを見てもいいと思います。ただ、金融系は、レンジなので、今、これレンジじゃないですか、見て。上がったり下がったりしてるので、だから長期で見たら 2.8% 配当があるから、安いとこで買って持っててもいいかもしれないんですけど、はい。でも、いいかどうかですね。これは好き好きですね。僕は金融系はあんまり好きじゃないので、中国の金融系は、魅力です。だって、配当 8% とかあるんですよ。そんなんあったらもう大変じゃないですか。だから 2.8% の配当だったら、そんなにかなと思ってます。はい。これ好みですね。はい。あとちょっとついに、出しますけど、測定不能が出ました。はい。はい。アフラックでございます。保険会社ですね。なんすかこれ。年末から、この正月から、もう、ずーっと上がっちゃってるんですよ。何が起こったんですかね、これ。で、長期で見ても、もう、これ、過去最高、過ぎちゃって、ないんですよね。はい。この保険会社何をやってるかわからないんですけど、で、もう、持ってる人はおめでとうございますです。で、長期増配が 2.5% あって、増配ですよ。高配当にもかかわらずこんな値動きされてるので、これはね、何でしょう感じです。ノーマークですよ。なので、安く買ってくださいよが、じゃあいつ買えるのっていうのが、ここで設定してたので、もう測定不能にしました。はい、すいません。これ本当テクニカルが効いてないです。だってこれ、上にこんなんできないですよ、こんな。こんなテクニカル、ないっすもん。ないっていうか、テスラみたいになっちゃうんです、こうじゃ。こうですね。ということで、測定不能というのが出てきました。これからチャート表示なしとか測定不能っていうのも表示しますのでね、その理由もちゃんと説明します。わからないことをちゃんと書くのも大事かなと思います。はい。ファイザーは皆さんも注目していると思いますので、3回目のブースターの関係が需要があれば、もう一回上がってくるかなと思いますけど、今は意外に落ち着いています。打たない人もいるんすかね ?3 回目を。もしかしたら。はい。ブースター接種しないかもしれない。わかんないですね。でも、打つんだったらファイザーじゃないです。多分、あれですよね。モデルナ、日本だけかなあんまりブースター接種しないとか、なんかそんな話を聞きました。モデルナ、最近ちょっと動き見てないですけど、ファイザー落ちてきたとこで買ってもいいかなと思いますけどね。もともとファイザーって高配当なので、なんだっけ、あれです、ワクチンの会社じゃないじゃないですか。もう総合的な大手の医療関係の会社ですので、ワクチンでこう言われてますけど、バイオンテックとかファイザーは、もともとは総合薬品というか、なので、高配当ですのでね、値動きを見て買うっていうよりも下がってきて、またね、ファイザーは今回で一躍世界で有名になりましたのでね、いい銘柄になるはずです。
持ってていいと思いますんで、ただ、今まだ高い位置ですのでね。49.79。僕30代の時、38ぐらいの時買ってましたね、ここら辺で。はい。持ってていい、ものだと思います。ただ今高いので、ちょっとお待ちくださいということです。ゼネラルエレクトロニクスはいいや。ここはこんな感じです。はい。はい。ボーイングは、わけがわかりません。わけがわからないっていうのは、高トレンドになってて、ボーイングが。それで、もうちょっと上がってきたっていうくらいなので、ちょっとわからないです。航空株は、もうでもいい気もしますけどね。今日でも上がってますね。1.5% で、ボーイング。はい。もう本当にコロナの関係次第でブルンブルン変わってくるので、ね。でも、ボーイング今の位置は229ですよね。ちょっと高い位置にいますので、もう一回下げてくる可能性は高いですね。はい。青だったらもう199でいいかなと思います。おすすめしたいところがこの 3M ですね。長期増配を 3.3% です。3M ってダウの銘柄でしたっけ？待ってくださいね。ダウ。銘柄。今日出るかな、パッと。3M 入ってたっけ？すいません、遅いっす。今日本当にインターネット最悪っす。一覧出てるかな、これ。これ、やられた。一覧出ない。30個覚えられないですね。30個。いつも2回ぐらい紹介してるんですけど。出てきました。もう一回ちょっとダウの、復習おさらいしましょうね。アップル、アムジェン。これ新しく入ったやつですね。アメリカンエクスプレス A から順番です。ボーイング、キャタピラー、セールスフォース。これ新しく入ったやつですね。シスコ、シェブロン、ウォルト・ディズニー、ダウ、ゴールドマン・サックス、ホームデポ、ハネウェル・インターナショナル。これ僕知らなかったです。新しいやつかな。IBM、インテル、ジョンソン&ジョンソン、JP モルガン、コカ・コーラ、マクドナルド。入ってました。3M 入ってましたね。ついでに行きますね。メルク、マイクロソフト、ナエキ、P&G、トラベラーズ、保険会社ですね。はい。ユナイティッドヘルス、有名ですね。ビザ、ベライゾン、ウォルグリーンブーツ。これは新しいやつかな。ウォルグリーンですね。ウォルマートということになってます。入ってましたね。はい。もうほんと有名どころ。ここのダウの銘柄はほんと注目、今年はした方がいいと思います。ということでした。3M が、長期増配 3.3% で、何がいいかっていうと、下がってきてたんですけど、ちょっとどうやら、この秋口からボトムになってるかなと思ってるんですよ、僕。ダブルボトムになってたので、形状がいいので、もうよかったら、今176なので、この 3M175.2 ですので、おすすめしたいな、ということで。ちょっとこれおすすめっていうか、僕も、これ、アラート、入れます。ちょっと待ってください。アラート鳴ったのかな？遅っ。3M 入れてなかったっけ？
ちょっと入れてないですね。ちょっと入れますね。はい。175.2。あれほんと遅いな。175.2。はい。ですね。3M はちょっと買ってみたいなと思います。下がってきたらね、ボトムのとこ買いたいですね。形がいいのと、長期増配っていう点が僕の一応おすすめしている理由です。はい。もう知ってらっしゃる方は知ってると思うんです。テクニカル中心でね、もうファンダメンタルはこの数字に織り込まれているということで、形で、買ったりすることがあります。当然、ここにファンダメンタル、損益分岐とか、PR とか書いてあるんですけど、何よりも、このテクニカルを重視して、買いのタイミングをね、見てます。この顧客センチメントは見ません。あんまり参考にならないです。サンプル数が少ないので。はい。あとちょっとで終わりますね。終わるっていうか、ニュースの方にして1時ぐらいで、終わるようにします。キャタピラー、はい。キャタピラー、リスクリワード非表示になってるのが、この年末からキャタピラーもギャチンと上がっちゃったので、これ、リスクリワード非表示したのは、いつもこういうリスクリワード書いてるんですけど、これがですね、サポートされてる位置と利確位置が、うまくいかなかったんですよ。なんていうか、僕は1対2のトレードをするので、リスクが1でリワードが2を中心に、トレードルールを決めて、表示をしてるんですが、これがキャタピラがね、僕はうまくいかなかったので、今回はリスクリワードの表示がありません。なので、これが下がってきて安くなったところでリスクリワードが書けるよ。この210ぐらいまで来てこないとちょっと書きにくいので、今回はこれなしにしてあります。200で変えたらいいなっていうのは書いてるんですけど、今ちょっとそういう状態であります。なんで、こういうリスクリワード非表示と測定不能っていうのは新しく付けておきました。ということで、このバークシャハザウェイ、バフェットおじいさんところ、なんすかこれ。ずーっと年末からおかしな動きをしてます。過去最高値更新してます。バフェットさん、何でしょうか。もう、上昇トレンド突き抜けてるので、測定不能になっております。いいですよね、もう測定不能で。こんなとこで買う人いないですよね。売り仕掛ける人いるかもしれないですね、これ。さすがに。でも売りは、時間足が短いので、僕はもう言いません。僕は、買いを中心に安くなったら買うっていうのをベースにしてますので、もしかしたら売りもいいかもしれないですけどね。はい。ちょっとここ書かないです。ショートの人には申し訳ない。でもショートやってる人ってもう結構トレードも上手な人なので、僕の解説聞かなくても、こんだけ高きゃ、三尊天井になればショートになるよねって、分かる人は分かると思いますね。僕は初心者というか、ロングを中心に、解説をしておりますので、ご了承ください。あとちょっとです。消えた。すいません。シティグループとかが消えてしまいました。出た。バンクオフアメリカシティグループ。シティグループの方が長期配当なので好きな方はちょっと落としてきて一回上げてるので、今多分金融系はもう一回下げてくるかもしれない。ただ下落トレンドになりそうなので、これがちょっと値動きもうちょっと注意が必要です。金融系は安定はしてるはずですのでね、好きな方は安いところで買ってもいいかなっていうことで出してあります。
今 65.97 で 62.3 っていうところをターゲットに考えております。あとは、今、さっきアラートが鳴った eBay ですね。小売業のとこです。僕はなんでこれをお勧めしたかっていうと、ダブルボトムになりそうだなと思って、今でも下げてるので、一回ここで、多分下げたところでチーンとアラートが鳴ったんですよ。ではなくって、これはもう一回上がってきたところを見て買いたいです。はい。今下落しているところなので、もうちょっと落としてくるかもしれませんけど。なので eBay は一回停止を再開させてもらって、今ちょっとしたところで再開させてもらって、もうちょっと上に上げます。はい。今ちょっと再設定しました、アラートで。ダブルボトムになったところのネックラインで eBay を1450円なんで、安いので、1万円ぐらいあって試そうかなと思ってます。ちょっとこのボトムで面白いなと思ってます。はい。なので一応形状がいいかなと思ったんで青色にしてあります。配当は 1.13 でなくはないですけど、そんな大きくはないです。はい。ヒューレット・パッカードだけあとちょっとだけ紹介していきたいと思います。ヒューレット・パッカードもさっき IBM 紹介したと同じように、高配当です。で、今実はヒューレット・パッカーも知らなかったんですけど、11月からじりじり上げてて、上昇トレンドの上なんですよ。こんだけ上げてると思いませんでした。僕プリンター、ヒューレット・パッカー使ってますけど、何気にね、じりじり上げていることが分かりました。で、今まだ上がりすぎてるので、今 7.76 ですけど、34.4 までうまくね、この三尊天井みたいな形で、今、右肩トップどうかなっていう形、落ちてきたところで拾えれば、ヒューレット・パッカー、高配当なのでね、長期増配でいいかなと思います。1個。もうちょっと待って見ていけばいいかなと思いますね。とにかく 3% 近くある高配当銘柄は見て、値動き見ていけば、そんな失敗しない。日本株もそうだと思いますけどね。日本株もきっとやられる方は、高配当株をやった方が絶対いいですよね。はい。アドビはちょっとやめときますね、ハイテックは。はい。ちょっとここ、ベライゾンと AT&T、最後これ、2ついきたいんですけど、AT&T は高配当ですけども、やっと下がってきたところから12月に上げることができました。やっとですね。これね、いつからだろう。去年の5月からもうずっと下げ続けてきたんですよ。だから僕ずっと AT&T とか高配当だったですけど、知ってたんですけど、値動きが下すぎて買えないわと思ったんですよ。だけど今上がって、もしここで下がってきてたら、23まで下がったら美味しいかもしれないなと思っております。今はまだちょっと上がりすぎてるので、あれですけど、7.6 なので、もともと。なんで、これがレンジみたいになっても、AT&T は美味しいと思います。だけど、こんなとこで買って下げてまた下がっちゃうのかってなるより、この下がってきたところでもうちょっと値動きを見て買うと AT&T は面白いと思います。多分初めてですね、AT&T をおすすめしたの。はい。ラストが、これも高配当の通信系のベライゾンですね。ベライゾンも面白い位置に来ました。下げてきた。AT&T と同様、下げてきましたけども、年末からくくっ
と上げてきて、今ちょっと、ダブルボトムになるかな、ボトムかなっていうところを試してます。今52.71 で、51.60 なので、これも高配当ですし、美味しいかもしれません。なんで、ベライゾンと AT&T は一つ、値動き見て候補かなと思っております。はい。個別株の方はね、今日は以上になり、まだ本当はあったんですけど、パソコンが遅くなっちゃって、これ出してる時に、タブが多すぎちゃったので、出せなかった。後半出せなかったです。こうやって。コストコとか出したいと思ったんですけど、また本当これちょっと見て出しますね。はい。やっぱ解説たくさんやると、パッと出したいんですけど、なかなかパソコンが言うこと聞かなかったです。すいません。はい。今日また30分、1時ぐらいニュースを流しますので、またよかったらね、さらっと値動きとか見ていただいてチェックしていただければいいかなと思います。で、木曜日がコモディティとバラエティ部門。で特に、バラエティ部門といって、これ、知らない方はちょっと説明だけパッと言って終わりますね。バラエティ、コモディティ、バラエティっていうのが、これちょっと出しますね。例えば、ビックスの、このね、3倍のビックスのウルトラショートっていう銘柄、バラエティ部門ですね。ずーっと下がり続けるやつとか、あとは、ダウの、3倍ブルっていう、ダウの銘柄はあると思うんですけど、ダウ3倍っていう値動きのものとか、あとは、金の、2倍 ETF 下がり続けてるやつですね。とか、こういう普段の商品よりもちょっとレバレッジがかかっていて、値動きを見て売り買いするようなもの。ダウはもしかしたらこれ長期で持ってもいいタイミングがやってくるかもしれませんよね。でも3倍なので、なかなか長期で持つと度胸いりますけどね。はい。という、コモディティもやりますので、どっちかというとトレード中心のお話になると思うので、面白くない人は面白くないかもしれないですけど、勉強には絶対なると思いますんでね。木曜日はこんなことをやっていきたいと思っております。で、土曜日は仮想通貨およびテクニカルの講座。で、日曜日が、中国株、香港株、アジア株ということで、幅広くね、今解説をしております。薄く、いろんな200銘柄あるので、200銘柄のうちなんかチャンスがあるものがあればっていうので、絶対あるのでね、チャンスが。今ここいいよっていうのもお伝えしていきたいな。できるだけ広くいろんなものを安く分散投資できる、今年はそういう年かなと思うので、またね、よかったら参考にしていただきたいなと思っております。はい。じゃあ、今日はね、こんなところでまた長くなっちゃいましたけど、終わりたいと思います。で、ニュースの方は、1時ぐらい、1時半ぐらいまでかな、流して、終了にしたいと思います。長い間ね、ありがとうございました。TikTok の方はまたこれからちょっと話もしたいと思います。じゃあ YouTube の方はこれで失礼いたします。ありがとうございました。お疲れ様です。